あなたの人生で一番嘘だと思いたかった出来事は何ですか？今夜は多くの人々が嘘であることを願ったエイプリルフール前日の惨劇。1995年3月31日、アメリカテキサス州コーパスクリスティ。その日の夕方、ラジオから聞こえてきたのは一人の女性の訃報。本日の13時5分、コーパスクリスティメモリアル病院で緊急搬送された歌手のセレーナ・キンタニーラ・ペレスが亡くなりました。そんな嘘だろ。多くのアメリカ国民がその報道を受け入れられずにいました。亡くなったと報じられたのは、前年にグラミー賞を獲得した人気歌手セレーナ・キンタニーラ・ペレス。彼女はなんと何者かに射殺されてしまったというんです。エイプリルフールを翌日に控えたその日の放送に、ラジオ局にはファンからの苦情が殺到。セレーナが亡くなったなんて言っていい嘘と悪い嘘があるぞ。セレーナが亡くなったのは紛れもない事実。犯人は依然として現場のホテル駐車場に立てこもっており、警察はもう何時間も交渉を続けていました。何より人々が驚愕したのは、セレーナを殺害したその犯人の正体について。駐車場に立てこもっていたその人物はセレーナのマネージャーだったんです。グラミー賞歌手を殺害してしまったマネージャー。絶対的信頼関係で結ばれていた2人の間に一体何があったのか。犯人の殺意を駆り立てたのは、犯人と最後まで人として向き合おうとした歌手のたった一言だったんです。おっそす。実は初めて言うんですけど、2年後にアメリカに移住します。ケンちゃんです。エイプリルヤミカです。というわけでね、嘘なんですけど、エイプリルフールじゃないわよ。エイプリルフールの前でフライングフールしちゃったんですけど、いつかね、ヤミモさんとアメリカに住もうかなと。あら、同棲したいの私と。いや別に日本で同棲する。別だけど。なんで私も道連れにするの毎回。本日ご紹介するのは、1994年にグラミー賞を受賞したアメリカの人気歌手、セレーナ・キンタニーラ・ペレスの殺人事件についてなんです。これはですね、訃報を報じたラジオ局に嘘をつくなとクレームが殺到するほど、国民の多くが衝撃を受けた事件なんです。そりゃね、ファンからしたら嘘つくなと言いたくもなるわよね。まあラジオ局からしたらとばっちりでしょうけど、何よりファンが信じられなかったのは、セレーナを殺害した犯人だったんです。彼女を殺害したのは、なんと何よりも信頼を置いていた彼女のマネージャーだったんです。この二人の間には単なるビジネスパートナー以上の信頼関係がありました。しかし、それこそが後の悲劇を生むきっかけにもなってしまったんです。敏腕マネージャー。1995年3月31日、アメリカテキサス州コーパスクリスティ。いい加減書類を返して。冷ややかな声でそう言い放った女性はセレーナ・キンタニーラ・ペレス。前年にグラミー賞を受賞し、国民の注目を一身に集めていた歌手でした。そして張り詰めた空気の中、セレーナと向き合っていたのがマネージャーのヨランダ・サルディバル。何かの書類を要求したセレーナに対し、ヨランダは無言でベッドの上のトランクを指さしました。そしてセレーナがトランクを確認しようと身をかがめたその瞬間、背後から聞こえたのは銃を構える音。まさかヨランダに銃を向けられる日が来るなんて。ごくりと唾を飲み込んだセレーナの脳裏に、マネージャーのヨランダと過ごしたその日々が蘇ります。1991年、当時アメリカではテキサス州発祥のテハーノミュージックが人気を集めていました。新設された EMI ラテンレコードの最初のアーティストとしてチャート上位に名を連ねていたセリーナは、テハーノミュージックのアイコン的存在。コカ・コーラから CM オファーを受けるなど、一躍時の人となっていました。そんなさなか、幼少からバンドメンバーとしてセレーナを支えていた父親が一人の女性を連れてきたんです。直接お会いできて本当に光栄です。そう言って握手を求めたのは、背の低いふくよかな女性。後にセレーナのマネージャーとなるヨランダ・サルディバルでした。ヨランダはこの半年ほど前にテキサス州サンアントニオでセレーナのコンサートを鑑賞し、彼女の大ファンに。そこからセレーナの父アブラハムに連絡を取り、ファンクラブ立ち上げの計画をプレゼン。ヨランダの企画力を見込んだアブラハムが許可を与えたところ、ファンクラブは着実に収益を拡大し、彼女はついにセレーナ本人との対面を許されたんです。ここからヨランダはマネージャーになるわけでしょ。一ファンからそこまでになるってめちゃくちゃアグレッシブな人じゃな。本当にね、エクセレントな人なんですけれども、このヨランダはですね、マネージャーになった後もマジですごくて、他のマネージャーとはね、一線を画していたというんです。ヨランダほど信頼できる人はいないわ。ヨランダの行動力もさることながら、セレーナは彼女の人柄をすぐに気に入り、意気投合。以降、ヨランダはどこに行くにもセレーナに付き従い、テレビ局の従業員もあれほど優秀なマネージャーは見たことがないと噂するほどの仕事ぶりを発揮。ファンクラブ会員も3年で8000人を超え、1994年からはセレーナがオープンさせた2軒のブティックの経営も担うようになっていきます。スタッフの中でも一番近くでセレーナを支え続けたヨランダはいつしかセレーナの家の鍵まで預けられ、もはやマネージャーと歌手を超えた関係に。プライベートでも旅行に同行するなど、2人は無二の親友と呼べる間柄になっていました。同年3月にはセレーナがグラミー賞歌手の仲間入りを果たし、2人の快進撃はこの先さらに加速していくように思えていたんです。
めちゃくちゃやり手のマネージャーだし、セレーナともいい関係に見えるけどね。どうしてここから、おそらくね、ヨランダが短期間でね、ここまでの地位に一気に上り詰めてしまったっていうのがね、原因だとも言われてるんですけど、つまり芸能界でのね、刺激的な日々っていうのがもう短期間にいろんなバーってくるから、それをね、彼女の人格だったり性格っていうのを悪い方に変えていってしまったというんです。信頼が崩れる時。ヨランダがマネージャーになってから4年が過ぎた1995年3月9日、その日事務所でヨランダを待っていたのはセレーナとその父、姉の3人。いつになく神妙な面持ちの父と姉を前にセレーナは何度も何事かと尋ねるんですが、2人はだんまり。誰よりも信頼しているヨランダに向けられるものとは思えない2人のその態度にセレーナは言い知れぬ不安を覚えていました。そしてヨランダが事務所へやってきたその時、父アブラハムが発したのはこんな言葉でした。ヨランダ、君は横領をしているだろう。状況がつかめず放心状態となるセレーナ。父アブラハムがヨランダを怪しんだのはファンクラブの新規会員から入会金を払ったのに得点が届かないと苦情が相次いでいたため、さらにブティックの従業員からは未払いの請求書が大量に送られてくるという報告も。会員が得点をタダでもらうために嘘をついてるのよ。従業員のリークだって確かな情報じゃないでしょ。ヨランダはそう弁明しますが、父アブラハムはファンクラブとブティックの収支を調査済み、日本円で約560万円もの額が横領されていたことがすでに分かっていたんです。芸能界がヨランダを変えちゃったってのはこういうことだったのね。それはちょっと莫大なお金に目もくらむわよね。そうかもしれないですよね。ヨランダがセレーナと親友のような関係になっていたのも、実は横領の事実を隠すためだったのかもしれないんです。自分の家の鍵まで預けられるほどにマネージャーのヨランダを信頼していたセレーナ。一方、横領の事実を突きつけられた今、思い返してみればこれまでにもヨランダには不審な点があったことにセレーナは気がつきました。例えば横領が発覚する2ヶ月前、メキシコへの新店出店に向けてセレーナのいとこが新しくブティックの経営に加わった時のこと。こんな店やってられるか。なんとセレーナのいとこはブティックへ勤めるようになって1週間で辞職。店の経理の不透明さをめぐりマネージャーのヨランダとトラブルになった結果でした。店舗からセレーナへの報告は全てヨランダが行っていたため、辞職の直接の理由はセレーナに告げられていないんです。ただ協力を申し出てくれたいとこがたった1週間でサジを投げてしまう状況は明らかに異常だったんです。このほかブティックのメインデザイナーがセレーナとの打ち合わせを願い出てもヨランダは絶対に許可を出しませんでした。彼女は常にセレーナの近くにいることで自分以外の従業員がセレーナと接する機会を与えないようにしていたんです。またヨランダはわずか数ヶ月の間に20人以上の従業員を解雇。これらの行動は後から思えば不都合な情報をセレーナに流さないための隠蔽工作だったのかもしれません。元従業員からセレーナに不当解雇のクレームが入ることもありましたが、ヨランダを信頼していた彼女はそこまで真剣に受け止めていなかったんです。今思ってみるとおかしなところはたくさんあった。深刻な顔で考え込むセレーナの隣で父アブラハムは毅然として言いました。ヨランダ、もし潔白を証明するものが何もなければ君をすぐに警察へ突き出す。そしてセレーナ、お前は今日以降もうプライベートでヨランダと会うな。ヨランダの行動を思えば父アブラハムの判断は至極真っ当なものに思えましたが、セレーナはこの時点でもまだ彼女との今後を決めかねていたんです。進展を軌道に乗せるためにはヨランダの力が必要なのよ。ヨランダと誰よりも親密だったセレーナは彼女への情もあってかヨランダを簡単には切り捨てられずにいたんです。いやまあ情が湧くのはもちろんね湧くとは思うんだけど、悪いことは悪いと切り離さなかったら逆にさズブズブと悪い関係にしかいかないと思うわよ。まあ、そうですね。セレーナ自身はまだヨランダに情とかはあったんですけど、一方でヨランダはセレーナへの情っていうのはもうこの時にはね全然持ち合わせていなかったんです。親友のけじめ。横領の事実を知ってもなおマネージャーのヨランダへの情を捨てきれずにいたセレーナ。事務所での話し合い以来、彼女はヨランダと何度も電話を交わし口論を繰り返していました。唐突に発覚した裏切りと往生際の悪いヨランダの態度に話せばどうしても語気を荒げずにはいられなかったんです。そしてセレーナが横領の事実を知った5日後の3月14日、この間はごめんなさい、今度は電話じゃなくてちゃんと会って話がしたいの。そんなヨランダの申し出に応じセレーナは彼女との待ち合わせ場所へ向かっていました。後任が見つかるまではやっぱりヨランダに任せたい。電話では熱くなってしまったものの、これまで築いてきた関係性からセレーナはどうにかヨランダをつなぎ止められないかと考えていました。そして指定された駐車場でヨランダの車を見つけると促されるままその助手席へ乗り込んだセレーナ。次の瞬間、ヨランダはセレーナに銃を突きつけたんです。一瞬驚き身をすくめたセレーナ。しかし彼女はすぐに冷静さを取り戻し諭すような口調で言いました。それを捨てて、私がパパからヨランダを守るから。メキシコの進展準備にはあなたの力が必要なの。まっすぐな目でそう告げたセレーナに力なく銃を下ろしたヨランダ。こうしてヨランダはもう一度チャンスを与えられることになりますが、セレーナのこの判断は結果として間違いだったと言わざるを得ないんです。思いっきり殺そうとしてんじゃないの。すぐ警察に突き出さないと危ないわよこんなの。そうなんですけれども、セレーナはね自分自身のこと
言葉でヨランダが考えを改めてくれるっていうのを期待してね、待っていたんです。それはヨランダが再びセレーナの元で働き始めて約2週間が経った頃、セレーナはある異変に気がつきました。ヨランダ、新店の財務書類が足りないの？あなたまさか持ち出してないわよね？ごめんなさい、間違えて持って帰っちゃったの。ヨランダはそこから自分が宿泊しているホテルでセレーナに書類を渡す約束を取り付けます。そう、二人きりの部屋でセレーナを殺すために。彼女はセレーナと二人きりのシチュエーションを作るためわざと財務書類を持ち出していました。メキシコの進展を任せるという打診で一度は思いとどまったものの、結局それも後任が見つかるまでの話。いずれは解雇されてしまうその条件にヨランダはまた怒りを抑えられなくなったのでしょう。ところが約束していた3月27日、セレーナがホテルへ訪れると噂を聞きつけたファンが殺到し、二人は会うことができず、3日後に再び書類を渡す約束をしますが、セレーナが夫を同伴してホテルへやってきたためヨランダは犯行には及ばず、結局殺人の覚悟を固めながらもヨランダは3回もその機会を逃すんです。しかし1995年3月31日午前11時頃、テキサス州コーパスクリスティのホテルの部屋へ2人で入ってきたセレーナとヨランダ。ヨランダ、大丈夫？今度のことは申し訳なかったわ。セレーナはその日ヨランダの病院に付き添い、その帰りに彼女のホテルへ寄った。ヨランダはメキシコ出店へ向けての視察中、見知らぬ男に性的暴行を加えられ怪我をしてしまったという。仕事中のトラブルに責任を感じたセレーナは2人きりで会うのを止められていたにもかかわらずヨランダの元を訪れた。またセレーナはこの日ヨランダにあることを伝えるつもりだった。ビジネスパートナーでもあり親友でもある彼女とのけじめをつけるため、セレーナはあえて2人きりになることを望んだのかもしれない。ねえヨランダ、聞いて。私は何度もチャンスをあげた。でもその度に裏切ったのはあなたよ。もうこれ以上あなたに仕事は任せられない。分かったら財務処理を返して。事実上の解雇を告げるその言葉を聞くと、ヨランダはぶっきらぼうにベッドの上のトランクを指さした。この書類を取り返したらもうヨランダとは全部終わり。ヨランダと過ごしたこれまでの日々を思い浮かべながら込み上げるものをこらえつつトランクへと手を伸ばしたセレーナ。次の瞬間、背後から放たれた銃弾は無慈悲にもセレーナの右肩を貫いた。助けて誰か。血に染まった鎖骨を押さえながらふらふらとホテルの廊下へ飛び出したセレーナ。彼女はロビーまでの120メートルを無我夢中で走り、フロントデスクの前に倒れ込みました。助けて、撃たれたの？大丈夫ですか？従業員は直ちに911へ通報しますが、その間にもセレーナが衰弱していくのが見て取れました。そして彼女は最後にこう告げると、ついに意識を手放してしまうんです。ヨランダ158。セレーナの最後の言葉は一番に信頼していたマネージャーの名前と彼女の部屋番号。その後病院へ搬送されてから約1時間半後の13時5分、テハーノミュージックの人気を先導した希代のボーカリストは23年の短すぎる生涯を終えたんです。一人でね、ホテルに向かったってのも正直うかつよ。うかつだけども、セレーナはこれはね、親友として一人の人として向き合おうとしてたってことなんじゃないの？一方でヨランダにはもうそんな気持ちなんて一切なかったのかもしれないけどさ。本当やりきれない事件なんですけれども、ここまで見ててですね、皆さんの中には肩を打たれただけでそれって致命傷になるのってこう思ってる人もいると思うんです。というわけでセレーナの死因について詳しく見ていきたいと思います。本日のメトラーキーワード、鎖骨下動脈について。鎖骨下動脈とはその名の通り鎖骨の下を通り脳や腕への血液供給を担う動脈。鉛筆ほどの太さがあるこの血管が損傷した際の出血はその他の血管の比ではなく脳に続いていることも合わせ致命傷となりかねません。2022年7月8日の安倍元首相襲撃事件でも左右の鎖骨下動脈の損傷が致命傷に。そしてセレーナは右の鎖骨下動脈が完全に断裂してしまったために死亡。もし銃弾が1ミリでもずれていたらまた違った結果になっていたとも言われているんです。セレーナを銃殺したヨランダはその後9時間以上駐車場に立てこもり、銃をこめかみに押し付けて自殺をほのめかしながら警察と睨み合い、親友を殺したなんて信じられない、誰も殺す気はなかったの。必死にそう訴えていた彼女ですが、最後は警察の説得に応じ自首を選びました。1995年10月26日、第1級殺人で有罪判決となったヨランダに下された刑は最低30年仮釈放なしの終身刑。彼女は未だにこの事件を事故だったと訴えていますが、セレーナが亡くなった今となっては真相は闇の中。ただ裁判で指摘されたのはヨランダが元看護師だったという点。もし事故だったというなら元看護師の彼女がすぐに911へ通報しなかったことが矛盾するんです。一ファンから最も信頼されるマネージャーまで自身の実力で上り詰めたヨランダ。多くの人が彼女がセレーナを殺害した事実をエイプリルフールの悪い冗談だと疑いました。その裏切りが嘘であってほしいと一番に願っていたのはきっと銃口を向けられたセレーナ自身だったのではないでしょうか。